まだ僕ちょっとその動画見れてないんですけど、最上愛さんという女性配信者がふわっちで山手線一周歩くみたいなのをやってる最中に、知り合いの人に刺し殺されて、でその刺された後に配信中の携帯を刺した人が自分を映してずっと配信し続けたっていうのらしいんですよ。ふわっちの動画が僕はまだ見れてないので、実際にそれが起こった話なのか、そういう風に言われてるって話なのかまだちょっと確定はしてないんですけど、知り合いではないです。そういう風に流れてるっていうのを読んだっていうだけで、はい。なのでまあでも昔からそういう事件ってあったんですよね。福岡県のイベントかなんかにブロガーの人が行って、でそれで刺されたみたいな、アンチがやったみたいな説が流れてたんですけど、僕が見てるところアンチがスパチャブロックされて怒ったみたいな説があるらしいんですけど、僕が見たところはもう知り合いで最上愛さんという名前の女性に対して250万円ぐらいお金を貸していて、で返済しろっていう裁判も行われたらしいんですよね。で裁判で仲介かなんかになって毎月毎月お金払うっていうのがあるんだけど、そのお金も払ってなかったみたいなのがあって、まあ、最終的にこう刺すということになったってことだと思うんですよ。なのでアンチがとかっていうよりも多分知り合い同士の金銭トラブルっていうのの問題で、ただそのちょっと分かんないのが、お金を返してほしいというのであれば山手線歩くよっていうのでお金を貸した人がいて、金返せやっていう言い争いになって返さないというので逆行して刺したのかであればまだなんか予想がつくんですけど、ふわっちの見てる人たちのリアクションを見てる限り、多分その言い争いをあんまりしてなくて刺したっぽいんですよね。あ、これ西条っていうのわかんないです。僕も実らを見ただけなので。もともと投げ銭はしてる関係性かもしれないですけど、一応そのなんか金を200万貸したりとか裁判をしたりという話なので、普通になんか一般ユーザーと配信者という立場ではなかったっていうことなんじゃないかなと思いますけども、はい。ふわっちっていう話でフワちゃんではないですね。はい。フワちゃん元気最近見ないけど。これ誤報ってどの部分が誤報なの？最上さんではないの？また別の人なの？何が誤報なの？あ、これ西条が正解なの？もなかではない。うん。最上じゃないの。最上愛という有名な人がいるんですけど、その人ではない最上愛という名前の配信者です。僕、最上愛でググったんですよ。有名な最上愛さんという人がいて、その人ではなくて、配信者で別に最上愛って、最上愛が誤報なの？別なの？でも最上で合ってるよ。これどっちなの？漢字が違うの？でなんかふわっちで見た限りはそう声優さんで最上愛さんっていう人がいるのか。なので声優の最上愛さんではなくてふわっちで配信をしてる最上愛さんなので、これは誤報ではないんですよ。同じ名前の人が2人いるという話だと思うんですよね。声優の最上愛さんに何かあるであれば誤解なんですけど、声優ではない最上愛さんに起きたという話だと思います。ね、ややこしい。はい。これが西条愛さんなんじゃないか説とかがあるんですけど、はい。どっちのが有名な人？いや、僕実は両方とも知らないんで、最上もがさんはまた別の人ですね。電波組の人ですね。はい。なのでなんか恨まれてる人は場所が分かるような配信はしない方がいいっていう。なので、なんだっけ、兵庫県かなんかで演説をしてる人が、ヤジを飛ばされて演説ができなくて愚痴を言ってたみたいなんですけど、であれば別になんか誰もいない部屋の中とかでやればいいんじゃねえのって思いますけどね。はい。ひろきさんは日本のためにコメント発信されてますが、内容が届くのは主にネットを利用するそうです。ネットを見ない高齢者に伝える活動をしなければ効果的ではないのでは。以前、会社員の立候補は収入面のリスクが大きいとおっしゃってましたが、ひろきさんのような影響を受けにくい立場の方が決定権を持つ立場を目指すべきでは。無敵の人の怒りを発信するだけで行動しなかったひろきさんたちの層に向かい襲撃される可能性もあれば、そのリスクは行動する面倒くささは埋まらないでしょうか。僕は自分の声が届く範囲で自分の考え方を伝えて、でそれによってそう考えた方がいいよねっていう人が増えればそれでいいんじゃないかなと思ってるんですよね。これを多くの人に伝えなければならないとか伝えたいとかも特になくて、なんだろうな、こういうやり方をしたら簡単ですよ、楽ですよっていうのを伝えて、でそれで得した人が出ればそれで良いと思ってるんですよ。なのでなんかその影響力を他の世代場で広げたいみたいなことは別に思ってはいないですって話ですね。はい。なので例えば僕のような人を見たくない人もいっぱいいると思うんですよ。僕は割と間違ったことをやってる頭の悪い人に頭が悪いって言うんですよ。
で、それは長期的にはその人にとって、あ、これは間違ってたんだ。じゃあ正しい方向でやった方がいいよねって切り替えることで、考え直せる人にとってみれば、その人にとって得だと思うというアドバイスの仕方をするんですけど、バカであるということが言われるだけで嫌であるっていう頭の悪いことをずっとやり続ける人というのもいるんですよ。で、別に僕はもうそれは愚行権なので、勝手にすればいいじゃないのって思うんですよ。それなりの権力を持ってそれを無理やり聞かせるのだというのって、それはそれで頭の悪い人にとっては不幸なことだと思うので、なので頭の悪い間違ったことをし続けてる人はしょうがないよねと生温かく見るという感じです。はい、襲撃される可能性があるかどうかなんですけど、今回の最上愛さんのもあって襲撃される可能性はゼロではないと思うんですよ。で、これは多分別に僕の問題ではなくて、知名度のある人では必ず起こる話で、芸能人とかタレントの人とかで、芸能人の人で家を襲われましたとか、賛成のものをライブの時にかけられましたとかっていうのもちょこちょこあって、知名度のある人が何か起こされるというのが、それがやった行為とかではなく、逆恨みでも普通に発生するんですよね。逆恨みでも起こるし、例えばじゃあインフルエンサーの最上愛さんという人っていうのを多分日本中のほとんどの人知らなかったと思うんですよね。でもまあそのレベルの人でもこういうことが起きてしまうよねって話で、なので別になんか有名になっても起きない人もいるし、全然知名度のない人も起きる人もいるしっていうので、一般市民の人も突然通り魔に刺されて死ぬ人もいるしって話なので、それを防ぐというのは構造的に不可能なんじゃないかなと思うんですよね。交通事故みたいなものなんで。で、多分僕の予想ですけど、知名度の高い人の方がもらい事故は少ないですね。もらい事故っていうと冤罪事件に巻き込まれるみたいなのがあると思うんですけど、冤罪事故に巻き込まれる人って知名度のない人って冤罪に巻き込まれやすいんですよ。言いくるめられるし、警察も捜査ちゃんとしないし、裁判所もそうでしょってなるんですけど、それなりに知名度のある人の場合ってやっぱり警察とか検察もある程度間違ってたらまずいからちゃんと調べるんですよね。知名度のある人ってリスクがあるよねと言われがちなんですけど、逆にその知名度があるので無茶できないとかちゃんと調べてもらえるっていうのがあったりするので、なのでそっち側で考えると僕は割と知名度がある分得な気がするんですよね。例えばじゃあ2チャンネルというのを運営していて誰だかわからないやつだから逮捕しましたっていうのが多分20年前だと発生すると思うんですけど、僕がじゃあ2チャンネル的なものを今やってるとして、ネット上で誹謗中傷があるからそこの代表を逮捕してやるぜみたいなのになったとして、で今の僕の知名度とポジションで逮捕したら、それはそのサイトの経営者だから逮捕するってどうなのっていう形の世論が発生するので、やっぱり警察も検察も動きづらくなると思うんですよね。でも多分なんか無名の人でこんなやつ全然知らねえぜってなると、じゃあ逮捕してやるぜっていうのはやっぱりなると思うんですよ。最近でいくとホストがよく使っている、数族嬢がよく使っていると言われている掲示板の経営者とかって多分顔出してないと思うんですけど、あの人って多分逮捕リスクあると思うんですよね。日本の警察って難癖で逮捕するをやるんですよ。僕2チャンネルっていう掲示板をやってる頃に、2チャンネルを使っている利用者が覚醒剤を販売するのに利用していたということで捜査されて送検されたことがあるんですよ。ツイッターとかで覚醒剤とかマリファナ売ってる人いっぱいいますと。Facebook とかで覚醒剤とかマリファナとか売ってる人いっぱいいますと。で、あれ逮捕できないけど、日本だったらいけるんじゃねっていうので、僕逮捕はされなかったんですけど、警察にこいつ起訴しろやっていうのを持ってくっていうところまではやられたんですよ。まあ今の時代だったら、ユーザーがそういうなんか悪いやり取りをしてるとして、サイトの経営者を捕まえるっておかしくねっていうのは今の価値観だと多分理解されると思うんですけど、僕がその送検されたのって15年ぐらい前、その時代は別になんかそれがよろしくないよねという議論にもならなかったんですよね。2チャンネル運営者の西村博之が送検されたっていう、まあ不起訴で終わったんですけど、ただ送検されたっていうことでそれおかしいよねという世論にはならなかったんですよね。その当時ウィニー事件っていうのがあって、ユーザーがやり取りをした結果、ウィニーというソフトを作った人がいたんですけど、でそこでユーザーがファイルのやり取りをして、でそれはウィニーというソフトウェアを作った人が悪いっていうので最高裁まで行ったんですよね。で最高裁で一応金子さんっていう開発者の人無罪にはなったんですけど、その3年後ぐらいに確か亡くなったのかな、2年後か3年後かっていう感じで、やっぱり冤罪事件って負担が多いですよね。で最近でも大河原工業っていう物質を乾燥させる機械を作っている会社があって、でそこの乾燥させるという機能自体が戦略物資であるみたいなので、中国に輸出をしたのが違法であるみたいなので逮捕されて、そこの取締役の一人は刑務所にいる時に亡くなったんですよね。刑務所で出て裁判で戦ってる最中に亡くなったのか、最終的には無罪になったんですけど、その中の一人は
は自分が裁判中に亡くなってるので無罪になるというのがわからないまま亡くなってしまったと。最近でいくと角川嗣彦さんっていう角川グループっていうのをやってるおじいちゃんがいるんですけど、オリンピックの時に贈収賄やったんじゃねえかっていうのを言われていて、やってねえし知らねえよって言ってたんですけど、そのまま刑務所に拘置されていて、病院に行けなかったので糖尿病が発症したんですよね。歩けなくなって車椅子みたいになってっていうのもあるんですけど、でもまあ知ったこっちゃねえやっていうので今国賠訴訟をやってるんですよ。無罪だし俺は知らねえよやってねえよって言ってたけど、自白するまでじゃあ拘置所入れとくわっていうのでずっと入れ続けて病気が悪化するっていう。病気があるから病院に行かせなきゃいけないよねっていうの、一応なんか弁護士さんとかも書類出したらしいんですけど、基本的には警察と検察は無視っていうのだったりするので、知名度がない人ってやっぱりそういう冤罪事件に巻き込まれるっていうのもあったりするので、分かりやすい例で言うと袴田事件っていうので40年間刑務所にいたっていう。なのでそこら辺で考えると、知名度があることによって最上愛さんみたいにさせれるかもしれないよねみたいなリスクもあるかもしれないですけど、むしろなんか知名度があることによって警察権力が手を出しづらくなって冤罪にもかれなくて済むっていうメリットもあったりするので、なのでなんかどっちのリスクっていうのでいくと、知名度がある方がリスクは少ないんじゃないかなって思いますけどね。最上愛さんレベルの人で刺されて亡くなるのであれば有名税というほどのものではないんじゃないかなというふうには思うのですけども、はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。